実は皆さんのねすぐ身近にもいるんですよと、どこか特別な人というよりも本当に日常生活のすぐ隣にいる、そういった存在なんだということを、まずは一番に知っていただきたいかなというふうに思っています。そういった自分のこういったトランスってアイデンティティがいつか自分の武器になる時が来ると思ってるんですね。私もこういう経験してよかったなっていうふうに今ではすごく思ってるので、なのでいつかそれが自分の個性とか武器として捉えられるような、そんな世の中になったらいいなと思います。生まれてきて失敗だったとか、自分で自分のことを責めちゃうような環境っていうのは本当に大人たちが守ってあげなきゃいけないし変えていかなきゃいけないと思ってるんですよ。お互いが寄り添えるようなそんな社会になればいいなと思います。どうせ変わらないからやめちゃおうじゃ未来にそのバトンが渡せないんですよ。もっと自由に生きられる社会になることも難しいかもしれないけども、それを諦めちゃったらなんだろうな、それで終わっちゃう。少しでもいい方向に向かってる社会になるようにバトンを渡したいじゃないですか。だから死ぬまでできることは何とかやっていくことがすごい大事かなって今でも思ってます。日本は特にそのトランスジェンダーの中身をみんな知ろうとするんですね。その人のアイデンティティの在り方が本当に女性なのかとか本当に男性なのかとか、そういうことを知ろうとするんですけども、一般的にじゃあそのシスジェンダートランスじゃない人のあなた本当はその心の中はどうなってるんですって聞くのってめちゃくちゃ失礼な話じゃないですか。それをトランスジェンダーにはそういうことを全部聞いていいんだとか、女性だからって言って決まった形があるわけじゃないし、男性だからって言って決まった形があるわけじゃないのに、それをすごくトランスジェンダーに対してだけはめちゃめちゃ聞いてくる。でさらに言ってしまえば「手術してるんですか?」とか「ホルモンはどうなんですか?」とかっていうすごい個人情報をどんどん聞き出そうとする、その傾向がとてもあるので、もういい加減それをやめていただきたいって思いますね。本当思ってるよりまず意外と身近にいるっていうことと、あとは結構皆さん深刻な悩みを持ってる方も多くて、就職に困ってるとか、体をトランスさせる、変化させるのにすごくお金と時間がかかったりとかして、社会的にまだ十分な生活を送れていない方っていうのもすごく多くて、そういった方たちがもっと意外と身近に自分のそばにいるかもしれないっていう気持ちを持ってもらえるとすごく嬉しいなというふうに思います。
いつだろう、一番苦しかったのが大体中学とか小学校高学年ぐらいだったと思うんですけど、その時は自分のことが大嫌いで生きてちゃいけないって思っちゃってたんですよ。失敗作って思っちゃってて、当時の自分に伝えるとしたら決してそんなことないよと、どんな生き方しても間違いはないと思っていて、だから自分で選んだ道が正解だから周りが何と言おうと、自分を好きで自信持って生きてほしいなと、そんなことが伝えたいです。大変な思いもあると思うし、辛い苦しいっていうこともあると思うけれども、大丈夫だよっていうことを僕は伝えたいなというふうに思います。やっぱり辛い苦しいっていう時期は、自分を成長させてくれるようないい時期だったりもするんで、しっかりと自分と向き合っていただくっていうことも大事なのかなと。ただ矛盾しているように聞こえるかもしれないんですけれども、本当に辛い苦しいっていう時は逃げていいと思います。その場所から逃げることもいいと思うんですね。家から逃げてもいいと思うし、学校から逃げてもいい、友達から逃げてもいい、この日本から逃げてもいい。だけれどもたった一つだけやっぱり逃げれない場所っていうのがあって、それは自分自身なんですね。やっぱ自分自身とはどうやっても一緒に生きていかなきゃいけない。自分の好きなところも嫌いなところもやっぱりいろんなことがあるけれども、結局どこに行っても自分自身から逃げれないであるならば、その自分のいいところはもちろんそうですけれども、自分のやっぱり弱いところ、嫌な部分、恥ずかしい部分、そういったところも含めて、しっかりと自分と向き合ってもらうっていうことも大事なのかなと。ずっと目線が落ちてずっと下を向いてる人を今まで何人も会ってきて、そうしてる時って気分もすごく落ち込んでしまうし、周りの景色っていうのも全く見れなくなってしまうので、たまにでいいので顔を上げて周りの景色を見てみると、意外と広い世界が広がってるかもしれないっていう気がするんですね。なのでもしちょっと気持ちがちょっと今日はまだいいかなっていう時がもし来たら、顔を上げて周りを見渡してみてください。きっと意外と自分が思ってるよりも広い世界が広がっていると思います。社会ってこの個人ではどうしようもないことがいっぱいあるんですよ。で社会ってみんなで作っていくものなので、そのみんなで作っていく中でどういうふうにしていくのがいいか、そこをちゃんと考えないといけない。だからなんだろうな、それがきっと大人になるっていうことだと思うんですよ。社会のことをちゃんとみんなで考えようよっていう。自分だけ良ければいいやっていうふうになると、逆に自分が悪くなった時には誰も今度はそっち振り向いてくれなくなっちゃったりとかねしちゃうし、だからすごく本当に嫌がられてもいいからみんなで声を上げていきましょうっていうことがすごい大切だと思います。なんかこの年になってから思うっていうのもあるんですけど、やっぱりトランスジェンダーで本当にずっと辛かった、僕はトンネル期間って呼んでるんですけど、そのトンネル期間って別にトランスジェンダーとか LGBT 関係なくみんなにあることだと思うんですよ。でも必ずそのトンネルって抜けるものだと思っていて、それを自分でちゃんと分かってあげてるっていうのが僕がいつも生きている上で大事にしてることで、そのトンネルにいる時こそもがくっていうとちょっと生命力強すぎる言葉なんだけど、もがくじゃなくて笑顔を忘れないというか、そこはいつも心がけてるところ